イライラする。どうして思い通りにいかないの？この動画を見れば解決できます。こんにちは、京介です。突然ですが、皆さんは最近イライラするとか、つい怒ってしまって後悔しているということはないでしょうか？怒りをコントロールできれば、もっと人生楽になるのになっていうふうに思いますよね。実は、その怒りをコントロールする方法は、1970年代からアメリカで確立されていたんですね。その方法はズバリ、アンガーマネジメントというんです。今回の動画を見ることで、このアンガーマネジメントの具体的なやり方が身につきますので、ぜひ見逃さないでくださいね。このチャンネルでは、ライフスタイルに役立ちそうな本を選び、解説をしていきます。本から学びを得るときには、皆さん自身の目的を設定するのが最も効率がいいんですけど、これをするのはなかなか難しいんですよね。そこでこのチャンネルでは架空の登場人物を設定して、その登場人物に合った目的を設定していきます。皆さんもその登場人物になりきることで、本から得られる知識が何倍にもなりますので、ぜひこの動画にお付き合いしていただければと思います。この動画では登場人物と会話をしながらストーリーを展開していきます。最新の AI ボイスを使用しておりますが、たまにイントネーションがおかしくなったりする点がありますが、ご容赦ください。それでは今回の登場人物と紹介本はこちらです。この本に書かれている3つのポイントを使って、この登場人物の悩みを解決していくストーリーをこれから紹介していきたいと思います。最終的にこの登場人物がどんな未来を手に入れたのか、ぜひ注目しながら見てみてください。今回ご紹介するのは、安藤俊介さんが書いた怒りが消える心のトレーニングです。それでは登場人物の方にも自己紹介をしていただきたいと思います。自己紹介をお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。のりかと申します。40歳です。よろしくお願いいたします。今回はどのようなお悩みを抱えているのでしょうか？はい。私と夫は共働きで子供が2人います。フルタイムで働いております。フルタイムで働いているのですね。大変そうですけど大丈夫ですか？はい。今は週に2回在宅勤務をしてるんですね。なので、家事は私が中心でやることが多いんですよ。それは大変ですね。旦那さんは帰りが遅いんですか？はい。毎日遅くまでお仕事をしてるので、家事と育児は私がやるしかないんです。そうなんですね。お子さんは何歳なんですか？5歳と2歳です。わんぱくな子たちなので、朝からバタバタです。朝からお疲れなんですね。はい。それで、ついつい感情的になってしまうことがあるんです。どうして言うこと聞いてくれないの？そんならちゃんと片付けてって言ったじゃんって。怒りたくはないと思ってるんですけど、なるほど、そうなのですね。それが今回のお悩みでしょうか？それも一つなんですが、旦那が家事をほとんど手伝ってくれないことも不満なんです。土日ぐらいは手伝ってよって思うんですが、会社の人との付き合いでゴルフに行ってしまったり、友人とツーリングに行ってくるとか、そんなことばっかりしてるんです。そうなんですね。話し合いをしたことはあるんですか？もちろんあります。でも、結局、口論になって何も解決しないんです。なんでこんなに思い通りにいかないんですかね。自分は誰なのかな？そんなことはないと思います。のりかさん、ご説明ありがとうございました。それでは今回ののりかさんの目的を、怒りっぽい性格を直して、ストレスなく生活したいに設定したいと思います。この本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物ののりかさんの悩みに当てはめていき、どのようにしたらのりかさんの悩みが解決し、目的を達成できるのか、ということについて、これから説明していきたいと思います。1つ目のポイントは、怒りを数値化するです。数値化ですか？はい。のりかさんは、咳が出たり、体がだるいときは、熱を測りますか？もちろん測りますよ。熱が高かったら風邪かもしれませんから。そうですよね。数値化すると判断が簡単になりますよね。本書でも言ってるんですけど、熱と同じように怒りを数値化することが感情をコントロールする上で非常に大切なんだそうです。怒りって数値化できるんですか？はい、やり方はとてもシンプルなんです。怒りを感じた時にその強さを0から10で評価するだけです。具体的にどうやってつければいいんでしょうか？はい、ちょっとイライラする程度なら3点、
ものすごく怒っているなら8点とか9点といった具合です。感覚的に点数をつけていいのですね。そうです。本書曰く、この数値化の効果のポイントは、怒りを客観的に捉えることなんです。確かに、38度以上だったら風邪だってなりますもんね。怒りを数値化するなんて考えたことなかったです。はい、これがアンガーマネジメントなんです。このように数字で評価すると、感情に飲まれるのではなく、一歩引いて冷静に向き合えるようになるんだそうです。そうなんですね。はい。そしてこれを習慣化すると、自分がどのような状況でどれぐらい起こりやすいかっていうパターンも見えてくるんだそうです。しかし、数値化するメリットはそれだけではないんです。他にもメリットがあるんですか？はい。数値化しているうちに自然と時間が経過しますよね。アンガーマネジメントでは怒りのピークは6秒程度経つと収まると言われているので、この数値化する過程がすごく有効ということなんですね。やってみないとわからないですけど、もしこれでピークが過ぎるなら、すごい情報だと思います。ありがとうございます。このピークが過ぎれば、その後は冷静に対処できるということなんですね。例えば、旦那さんが土曜日のゴルフから帰ってきたとしましょう。数値化するとどれぐらいですか？8、いや、7ぐらいですかね。なるほど。やってみてどうでしたか？そうですね。確かに数値化しないと、怒りの矛先が夫にしか向きませんが、7ぐらいかって思うと、どうすればもっと6とか5になるかなって考えられますね。それはとてもいい考え方です。数値化することで感情に流されるのではなくて、どう改善したら数値が下がるのかを冷静に考えることができるようになるのが、このアンガーマネジメントのいいところなんです。確かに、早速今度試してみます。二つ目のポイントは、何々べきを見直すです。どういうことですか？はい。この何々べきっていうのは、みんな当然こう思ってるよねとか、これがルールなんだから守って当たり前だよねっていうこととかです。そういうことですか？はい。この何々べきという考えを持ってると起こりやすくなってしまうんだそうです。え、そうなんですか？そうなんです。例えば電車の中では静かにすべきって思っていたとします。この時に誰かうるさい人が来たらどう思うでしょうか？当然イライラします。そういうことです。これと同じように自分が何々べきという考えを持っているときに、それが叶わないと怒りが湧いてくるということなんですね。なるほど。はい。アンガーマネジメントでは、このような時に何々べきを考えることで、自分がどんなことに敏感に反応しているかを確認することが大切だというふうに言ってるんです。確認した後は何かするんですか？はい。その後は怒りの感情を記録することが大切なんです。記録ですか。はい。この表を見てください。怒りを許せる、まあ許せる、許せないの3段階に分けるのがこのアンガーマネジメントなんですね。これをすることで、その問題がどの程度重要なのかがわかるんです。まあ、許せるってくらいだったら、そんなに重要じゃないってことですか？おっしゃる通りです。この記録をすると、今までは怒っていたのに、まあ許せるに入るなら別にいいかって思えるようになるんですね。例えば電車での軽い騒音だったら、どういうふうに記録しますか？私はイライラしちゃいますが、まあ、そのくらいだったら、まあ、許せるに入りますかね。そうか。そんなにイライラする問題でもないのかもしれませんね。そういうことなんですね。私の話になるんですが、私って仕事と家事を完璧に両立するべきって考えてるところがあるんです。それで少しうまくいかないと自分が許せなくなるんです。早速、何々べきが一つ出てきましたね。そのような場合も、許せる、まあ許せる、許せないに当てはめてみてください。そうすると意外に、まあ許せるの範囲に入ったりするのではないでしょうか。そうですね。もう少し柔軟に考える必要があるのかもしれません。ちょっと完璧主義なところがイライラの原因なのかもしれないです。いい分析ですね。完璧主義だとイライラすることも増えてしまうので、現実的で達成可能な目標を設定してあげて、ハードルを低くしてあげるのも解決策の一つですよね。おっしゃる通りです。それでは3つ目のポイントを説明したいと思います。3つ目のポイントは、上手な叱り方をするです。あれ
叱っていいんですか？はい。アンガーマネジメントでは、怒り自体が悪いこととは言ってないんですね。重要なのは、それをどのようにして伝えるかなんです。どうやって叱ればいいんでしょうか？はい。上手な叱り方は、怒りをそのままぶつけるのではなく、具体的なリクエストをすることが大切なんですね。具体的なリクエストですか？はい。例えば、旦那さんとお出かけの予定を立てたとします。しかし当日にそれが守られなかったとします。イライラしちゃいますよね。なんで約束守ってくれないのって。記憶力なさすぎでしょって。そうですよね。この時、約束を守らなかったことというのが事実です。また、そのことについて連絡がなかったというのが行動になるんですね。そして、お出かけができなかったという結果につながるわけです。このように、事実、行動、結果については、しっかりと伝える際には、怒りを感じるのはしょうがないことなんですね。しかし、記憶力がないっていうのは、相手の能力に関することなんですね。あ、そうですね。はい。こういう能力とか性格とかを否定すると、口論に発展してしまうんですね。おっしゃる通りです。はい。なので、事実、行動、結果にしっかりと焦点を当てて改善をしていきたいということを伝えることが大切なんです。事実、行動、結果に焦点を当てれば、少しは冷静になるかもですね。他にもポイントはありますか？はい。上手な叱り方として、私を主語にすると効果的なんだそうです。私を主語にですか？はい。約束を守ってくれなかったことで、私は傷ついたっていうふうに自分の感情を中心に伝えると、相手は受け入れやすくなるというテクニックなんです。逆に、約束を守ってくれなかった。なんであんたいつもそうなのっていうふうにあなたを主語にしてしまうと、逆効果になってしまって、相手は反発してしまうということなんですね。確かにそうかもしれません。これらのテクニックが使えれば、相手を叱るときでも良好な関係を保ちながら効果的な話し合いができるということなんですね。勉強になりました。旦那や子供に叱るときも、冷静になって、これらのポイントを守っていくようにします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。のりかさんも頑張ってくださいね。それでは半年が経ちました。のりかさんがこれらのポイントを守った結果、どうなっていったかを見ていきましょう。のりかさん、お久しぶりです。お久しぶりです。その後はいかがでしょうか？はい。アンダーマネジメント、なんとか続けています。怒りの数値は、私のような初心者でも考えやすかったので、よく使ってます。それは良かったです。やってみると、数値が9とか10になることはほとんどないんです。むしろ5とか6ぐらいが多くて、これぐらいでなんで怒ってたんだろうって感じです。でもたまに旦那がツーリングから帰ってくるときは、9とかのレベルがあったりします。そういうときは、事実、行動、結果を冷静に伝えようって考えてから話すようにしてます。今までは口論になりがちだったんですけど、冷静に伝えたのも良かったのか、土日の朝にできる家事は協力してくれるようになりました。冷静に伝えたことできちんとメッセージが伝わったんですね。そうかもしれません。あと、子供がおもちゃを片付けないときも、許せないには当てはまらないなって冷静に考えることができるようになりました。ただ、しつけはしっかりしないとも思うので、これをしたら私はとっても嫌な気持ちになるなと、私を主語にして伝えるようにしてます。そうすると、子供たちも心配そうな顔をして、片付けたりしてくれるようになったんです。素晴らしいです。あなたが悪いというよりも私が傷ついたという表現をする方が相手にはずっと伝わるんですね。これからも怒りを管理してストレスを少なくしていただければと思います。のりかさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今回のなりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？のりかさんの目的に当てはめてみたことで、この本のポイントをしっかりと吸収できたのではないでしょうか？機会があればぜひ皆さんも応用してみてください。今回の丸1からの丸3のポイントはこれでした。どれが役に立ったかをコメントして教えてくれるととっても嬉しいです。これからもライフスタイルに関する内容について登場人物を設定して物語を話していきたいと思います。ビジネス版も別チャンネルで説明する予定なので、興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますね。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。